世の中には、傍から見ると何がそんなに楽しいのだろうと思われるような、ちょっぴり不思議な趣味の世界がたくさんあります。時間を忘れて小さな模型を作り続けたり、ただ静かに植物の成長を見つめたり、その趣味を持つ人たちだけが知っている独特の空気感。実はそれ、単なる暇つぶしではなく、自分だけの宇宙を守るための大切な営みなのかもしれません。今回は、そんな愛すべき趣味人たちの行動の裏に隠された人間性の深みと哲学を少しだけ覗いてみましょう。1、アクアリウムを愛する人の宇宙。水槽の中で泳ぐ魚や揺れる水草をじっと眺め続ける人がいます。彼らは数ミリ単位で流木の角度を微調整し、ピンセットで1本ずつ水草を植えていきます。なぜそこまでこだわるのでしょうか。心理学的には、人間は自分が完全にコントロールできる優しい世界を持つことで、日々の無力感を癒しているとされています。現実の仕事や人間関係は、自分の思い通りには動かないことも多いですよね。しかし、水槽の中だけは、自分が神様になれる、絶対に裏切らない聖域なのです。一つの完璧な生態系を作り上げる充実感は、私たちの荒れた自律神経を静かに整えてくれます。日々の荒波にもまれても、心の中に自分だけの小さなオアシスの調和を持っておくこと。それが大人の心の余白を作るための知恵なのかもしれません。2、本棚の背表紙を並べ替える人の宇宙。読むためではなく、ただ本棚の本を抜き出し、ジャンルや色、背表紙の高さ順に並べ替えて夜を過ごす人がいます。これは脳内にあるカオス、混沌を整理したいという欲求の表れです。情報過多な現代社会において、私たちの頭の中は常に散らかりがちです。物言わぬ本たちを規則正しく整列させることで、実は自分の複雑に絡み合った思考や言葉にできない不安を一緒に整理しているのです。実際、手を動かして物理的な空間を整える行為には、ストレス値を下げる高いリラックス効果があると言われています。仕事でトラブルが起きてパニックになりそうな時こそ、まずは目の前のデスクを小さく整えてみる。外側の世界を整えることは、自分の内なる宇宙を平和に保つための一番身近な方法なのです。3、深夜にコーヒーを丁寧に入れる人の宇宙。わざわざ手動のミルを使い、ゆっくりと時間をかけて豆をひき、お湯の温度を測っていって気ずつドリップする。効率が求められる時代に、あえてこの手間のかかる儀式を愛する人がいます。心理学では、これをマインドフルネス、つまり今、ここへの集中と呼びます。豆をひく規則正しい音、ゆっくりと膨らむ泡、部屋に満ちていく香り。五感のすべてをその一瞬に捧げることで、脳は過去の後悔や未来の不安から完全に解放されます。一定のリズムで行う丁寧な作業は、私たちの呼吸を深くし、自律神経を安定させてくれるのです。忙しい毎日の中で、結果だけを急いで求めてしまうことはありませんか？あえて、プロセスそのものをじっくり味わう時間は、私たちに焦らずに今を生きるという人生の豊かさを教えてくれます。4、レゴやプラモデルのパーツを仕分ける人の宇宙。ブロックを組み立てる前段階として、色や形ごとに何百ものパーツを狂いなく仕分ける。
その作業自体に言いようのない快感を覚える人がいます。これは人間に備わった探索と分類という原始的な本能が満たされている状態です。一見地味で終わりのない作業に見えますが、目の前にある小さな課題が確実に片付いていく様子は脳に確かな達成感を与えてくれます。仕事で行き詰まった時、私たちはつい大きなゴールばかりを見て絶望してしまいがちです。しかし、彼らの哲学は違います。どんなに巨大な城も、目の前の一塊のパーツを仕分けることから始まる。複雑で大きな問題も、細かく切り分ければ必ず解決できるという、仕事にも通じる普遍的な教訓がここには隠されています。5. レトロな文房具や万年筆をめでる人の宇宙。お気に入りの万年筆にインクを沿わせ、お気に入りのノートに、ただ、意味のない文字や線をさらさらと書き連ねる。デジタルで全てが完結する中で、このアナログな感触に浸る人がいます。インクが紙に染み込んでいく速度や、ペン先から伝わるかすかな振動。これは、画面越しでは得られない、確かな現実感を体を通して確かめる心理的な防衛反応です。自分の手で重さを感じ、インクの匂いを嗅ぐことで、私たちは自分が今、ここで生きているという安心感を取り戻します。人間関係で心がすり減り、自分の存在が透明になってしまったように感じるとき、自分の手で確かな足跡を紙の上に残してみる。それは誰にも邪魔されない自分という存在の輪郭を確かめる静かな儀式なのです。6. ひたすら散歩をして電柱の写真を撮る人の宇宙。どこにでもある電柱や路地裏の奇妙な看板。多くの人が見過ごしてしまうような普通の景色を熱心に写真に収めて歩く人がいます。彼らの心理の根底にあるのは、見慣れた日常から新しい価値を発見するという高いクリエイティビティです。目的地を決めずに歩くことで、脳内ではリラックスした時に出る波形が強まり、アイデアが生まれやすくなります。私たちは普段、効率的なルートばかりを選んで歩き、仕事でも最短の正解ばかりを求めがちです。しかし、あえて、寄り道をすること、一見価値のないように思えるものにスポットライトを当てる視点は、人生のどんな逆境をも面白い物語へと変えてしまう強さを持っています。7. レコードの溝をクリーニングする人の宇宙。古いレコード盤に専用の液をつけ、ブラシで丁寧にホコリを拭き取る。音楽を聴く前のこのひと手間に何十分もかける人がいます。これは、物に対する深い愛情であると同時に、過去の時間へのリスペクトでもあります。埃を取り除くことで、かつての美しい音色が蘇る。そのプロセスは、自分自身の過去の思い出や、傷ついた記憶を優しくケアしてあげる心理的効果と重なっています。私たちは日々、新しいものに追われ、古いものを簡単に忘れてしまいがちです。けれど、少し手間をかけて傷をお手入れしてあげれば、それはまた素晴らしい輝きを放ち始めます。失敗や古い傷を隠すのではなく、愛を持って磨き直すことの大切さを、彼らの手元は静かに語っているのです。いかがでしたでしょうか。一見するとちょっと奇妙で個人的すぎる趣味の数々。しかしそのどれもが
誰かに認められるためではなく、自分自身の心を健やかに保つための大切な心のシェルター、隠れ家だったのですね。一人に一つ、それぞれの胸の中に誰にも侵されない美しい宇宙があります。もしあなたにも他人には理解されないけれど、なぜか心が落ち着く秘密のひとときがあるなら、どうかそれをずっと大切に抱きしめてあげてください。それこそがあなたをあなたたらしめる人生の本当の豊かさなのですから。